はい、皆さん、こんにちはです。ビネオです。はい、本日は、初心者向けビルドの組み方完全ガイド。こちらやっていきたいと思います。割とね、動画の中でビルドって何やおっさんってね、よく言われましたので、今回は初心者向けに、ざっくりちょっとビルドの組み方、私もいつもこんな感じでやってますよというので紹介できたらなと思います。はい、まず、ビルドって何やということなんですけども、主にステータスとかスキル、あと装備ですね、を自分好みで、組み上げていくこと、すなわちスキル、古文書、装備の効果などを知る必要が出てきます。なので、これがハクスラのね、醍醐味の一部じゃないかなとも言えると思います。で、ビルドの内容に関しましては、時間がある程度経てば、動画とかサイトで効率的だったり効果的なものっていうのは多分容易に手に入ると思うんですけども、今回、ディアブロ4ね、販売記念ということで、やっぱり序盤のね、手探り感でみんなと一緒に味わっていきたいということで、いくつか私なりにこれから紹介していきたいと思います。はい、その前に、一つ、ベテランの難易度、までは割と数字が上向きのものを装備していけば、割となんとかなんじゃねえとは思ってます。はい、思ってるんですけども、やはりその難易度が上がる時にある程度こう意識してビルドをやってないと面白みも半減しちゃうし、こう敵になかなか勝てなくなってきた時のこう打開策っていうのがやっぱり見つけにくくなってくるっていう部分もあるので、やはりビルドを意識することで、冒険がより充実したものになると思いますので、これから言うビルドの大事な3つのこと、こちらを少し頭の片隅に置いていただけたらなと思います。はい、では早速1つ目。スキル選びで大事なこと。はい、ディアブロ4、スキル枠としては6個になります。なので、攻撃枠としておそらく2つから3枠。あとはバフ用、移動用、防御用などで使うと思います。はい。なのでそこを念頭に置きつつ、自分のやりたいまずはクラスを特徴などを鑑みて選んでください。そして、その次にスキル表をまず一通りね、上から見ていってください。その中で攻撃枠、あとバフ枠、そういったところのスキルの主体を何に置くのか、考えていくのがいいと思います。その中で大事なことが5つあります。1つ目、リソース消費量を考える。リソース消費量が大きすぎると、要するにスキルが回転できないんでね。例えばスキル、リソースが100なのに、スキルが50を2つ持ってますってね。じゃあそれもうすぐスキル終わっちゃうじゃんっていうね。じゃあスキルを50を1個持ってたらもう1個はじゃあ20ぐらいのリソースのやつにしようかなとかね。そういったところで、スキルの回転を、クールタイムと合わせて考えていく必要があるかなと思います。そして2つ目、攻撃範囲や状態異常、継続ダメージ系を意識するっていうのが大事かなと思います。敵に対しても雑魚だったりボスだったり、もしくはPVP だったりっていうところもあるので、そういったところを加味しつつ、今言った攻撃範囲、状態異常、継続ダメージ、このあたりは意識する必要があるんじゃないかなと思います。そして3つ目、難易度が上がってくると特定の属性がやはり効きにくくなってくるので、完全に1つだけの属性でっていうのは多分不利になってくると思うので、できたら属性は2つ以上がいいんじゃないかなと思います。そして4つ目、攻撃力がパワーだよっていうね。やっぱり殲滅力って大事じゃないかなっていうところですね。はい。先ほどね、リソース消費量を考えて、じゃあ20ぐらいのね、スキル使おうっていうけど、基本やっぱりそのリソース消費量が少ないスキルっていうのは基本弱いんですよね。なので、さっき言ったことと違うやんかって言われそうやけど、そのあたりをうまくこう組み合わせることが大事じゃないかなと。やられる前にやれってね。それが大事です。はい、5つ目。派生スキルやパッシブスキルも大事ですよと。こちらの、メインスキル選んだ後にね、
1つ2つと派生すると思います。で、この派生取ることによって全くそのね、先ほどメイン選んだメインスキルの効果が変わってくるっていうこともあるので、派生スキルやパッシブスキルの内容っていうのもしっかり見ていくことが大事だと思います。はい。そうして主軸のスキルを選びましたら、次は古文書。自分のクラスの古文書とにらめっこしてください。そして、選んだスキルに合う古文書を、ピックアップしてください。はい。じゃあ続いて大事なこと2つ目。スキル古文書装備で大事なところ。これはね、結構私もかなり意識するようになりました。シナジーですね。はい。前の動画とかでもね、ダイヤシナジーって言って、いくつかね、言ったかとは思うんですけども、シナジー効果っていうのは、お互いに作用し合って効果を高めるような効果になります。ここのシナジーを意識しながら、ビルドを組み立てると、より本当に先ほど言った殲滅力が上がるような感じになっていくと思います。例えば、A を使用した場合に B が回復とかね。A を使用した場合に何%攻撃力アップとかね。なんかそういう形でこっちを使った場合に付属的にこっちも上がるよっていう。はい。なので、先ほどの古文書に関しても、このシナジーを意識して、フル活用していくっていうことが大事になるかなと思います。はい。では、大事なこと3つ目。装備選びですね。はい。で、装備に関しては、その場面だったり難易度だったりによってどんどん変わっていくものなので、これなかなか難しいんですね。これがいいよっていう。まあ、いくつかね、ほぼこれ多分最終的な装備これでしょっていうのはいくつかまあ出てましたけども、それまあ拾うのってまあなかなかだいぶ先の話だったりするので、で、今言ったその古文書とかね、そういったところで補いながらなんですけども、ただやっぱり装備のね、効果で特定のスキルだけなんかめっちゃ上がるじゃんとかね、スキルプラスいくつとかついたやつっていうのをゲットしちゃうと、やっぱそっちにね、変更していくっていう柔軟さも必要になってくるんじゃないかと思います。はい。ただ装備に関して効果がね、まだ未知数なものも多いんで、まあとりあえずつけてみてから逆算してスキルを考えていくっていうのもありじゃないかなと思います。はい。例えば、A を使用した時に〇〇の物理ダメージを与えるとかね。B で敵にダメージを与えると何%の確率で同じスキルを使用しますとか。まあ、こういったレジェンダリー装備とかだとこういった効果がついてたりもすると思うので、そのあたりから、まあ、スキルをね、考えていくっていうのもありじゃないかなと思います。はい。では最後にね、まあ、そんなん言うたっておっしゃる、そんなうまいこといかんやろってね、まあいきません。はい。なので、バチッとはまればめっちゃいいんだけど、この装備だけが出ないなとかね、まあその出ないなっていうところを古文書で補えればいいんだけどね、なかなかそうもいかなかったりっていうので、ただまあそうやっていろいろ試して思わぬね、ビルドにたどり着いたりするのも、醍醐味かもしれないですね。はい。で、これはね、まあいつも言ってますけど、大事なのはやっぱり自分のスタイルだったり、使いたいスキル、キャラクターだと思いますのでね、まあそのあたりを重点的に、私の方も情報どんどん出していきたいと思ってますので、またね、ビルドの役に立てれば幸いだと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければ、チャンネル登録、Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバイ。